はい、皆さんこんにちは。今日もね、ちょっとあいにくの雪ということで、外でのね、作業がなかなか最近できてないです。今日はね、ちょうどね、雪が降ってますんで、作業ができませんのでね、ちょっと中の方で、こちらのね、商品の方を見ていきたいと思います。で、これはね、前回もレビューしました、スワンソフト社の、電動剪定バサミとなります。で、今回はこれ新型になりますので、前回ご紹介したもののね、さらにレベルが高い、バージョンですね。プロフェッショナルモデルのさらに上を行くモデルとなります。で、今回のはね、すごいのはこれ、怪我防止機能っていうのがついております。で、こういうね、怪我防止機能っていうのがどういったものなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。今日ご紹介するのは、この電動剪定バサミ市場の、一番安全な装置がついたものというふうになっておりますので、そちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。まずちょっとね、中身の方を見ていきます。はい。で、今回ご紹介するのは、型番としましてはね、PRU36 と PRU40 というふうになります。今ね、スワンソフトで出てる、フラッグシップモデルというふうになります。PRU シリーズですね。はい。で、この PRU シリーズが、どういったものなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、こちらの黄色い方なんですけれども、こちらがね、PRU36 というふうになります。はい。中身の方をね、ちょっと開封していきます。入っているのは、この日本語マニュアルですね。はい。日本語のマニュアルが入っております。はい。毎回ね、一緒ですね。PRU36 と、40、兼用のね、マニュアルというふうになっております。で、中にはね、前回もご紹介しました。こちら、腰ベルト付きのね、ポーチが付いておりまして、電動剪定バサミをね、収納することができます。大体ね、電動剪定バサミ使うときはね、こういったものがあると、手をね、離しても、この中に収納できますんでね、とても便利かと思います。はい。で、このプロフェッショナルモデル、大体ついてきます。この延長ケーブルですね。これ何かと言いますと、これはですね、片方をバッテリーに装着して、で、片方をね、この電動剪定バサミにつけると、これをね、大体こういうポーチの中とかに、収納するところがありますんでね。そこに収納して、これをね、バッテリーの重さなしで電動剪定バサミを使えるというものになります。ケーブルがあるんでね、そちらのちょっと、伸びる範囲でしかできませんけれども、こういった感じでね、軽量化することができます。はい。はい。じゃあね、この PRU36 にはこれすべてついてきてます。あと工具の方ですね。立派な工具、ドライバーとか六角レンチとかね。あと砥石とオイルがね、入っております。はい。これね、毎回入っております。あと充電器がね、これ2口の、充電器という風になっております。で、今回バッテリーの方がね、もちろんプロフェッショナルモデルなので2つついてるんですが、PRU36 に関しては、はい、こちらです。2A の 16.8V シリーズですね。はい、16.8V の 2A のバッテリーと、こちらが 4A という風になっております。はい、このバッテリーが2つついてきてます。重さもね、結構違いますんでね。4A と 2A が1個ずつついてきてます。はい。で、こちらがね、替え刃という風になります。はい、替え刃。左右ともね、ついてきてます。で、肝心の本体がね、こちらになります。はい。結構軽量モデルですね。はい。相当軽量です。試しにつけてみます。すごいね。ちゃんと液晶が、ちょっと、室内で見にくいんですが、このバッテリーのね、このバッテリーの残量と、あと、カウントですね。何回切ったかっていうカウント。こちらがね、ついております。ちょっと見にくいね。ちょっとね、室内なのでちょっと見にくいですけども、こういった液晶がね、ちゃんとついているモデルとなっております。はい。こちらがね、36ということで、36ミリまでいけるものになっております。はい。で、一応こちらがね、PRU36 のモデルというふうになります。じゃあ次にね、40の方見ていきます。はい、じゃあ40の方ね、開けていきたいと思います。スワンソフトをね、こういった大体ね、ハードケースに入ってまして、かなり持ち運びにもね、心配なくできますんでね。はい。
で、こちらも同じようにね、専用ポーチの方が入っております。PRU シリーズの、マニュアルという風になりますね。はい。あと買えば2つちゃんと入ってます。で、全く同じですね。工具の方もすべて、砥石とオイルとね、レンチの方がすべて入ってます。中身はね、全部一緒ですね。はい。で、充電器の方も2口ですね。入ってます。はい。じゃあこちらがまた同じ延長ケーブル。で、今回こちらはね、PRU40 ということで、40mm までの切断ができます。ので、一回り大きいです。まあ、決して重いわけじゃないんですけれどもね、一回り大きい。刃もごっついですね。はい。相当ごっつい刃がついてます。で、バッテリーなんですけれども、さっきのね、16.8V と違って、今回は 21V ですね。で、PRU40 に関しては、21V の 4A のバッテリーが、2つついてきます。はい。4A が2つです。はい。なのでね、まあ1日やってても、まあプロの方が使っても2つはね、多分使い切れることはないと思いますんでね。1つだとちょっとあれですけども、2つついてますんでね。まあ十分かなと思います。はい。じゃあここからね、ちょっと機能の方を説明していきたいと思います。はい。で、このプロフェッショナルモデルなんですけれども、まあ今回ね、全く同じ機能になりますので、この PRU40 こちらでね、ちょっと説明していきます。で、まず主な機能としまして、まあ先ほどお見せしましたようにね、電源を入れますと、はい、ちょっとね、LED チカチカするんでね、ちょっと室内灯の方を消しました。はい、見えますかね。バッテリー残量と、あと、このカウントですね。はい。はい。ここにね、何回やったかっていうのが見えます。はい。で、まずね、これのすごいところなんですけれども、これ、今ね、40mm 切断タイプになってます。40mm まで切断できます。で、これのね、開き角度の切り替えなんですが、これプロフェッショナルモデルよりもさらに上のモデルとなりますので、プロフェッショナルモデルでも大体2段階ですね。ここを長押しすると、ピーって音が鳴ってね、半分ぐらいのね、開き角になります。で、今回はこちらに関しては開き角度の方は自由に設定できますので、試しにやってみたいと思います。はい、じゃあね、ここで、この角度にしたいっていうところでね、ちょっと止めます。はい、じゃあここで止めます。はい、今音が鳴りました。で、ここで離して、ダブルクリックすると、はい。なんとね、これね、無段階の調整ができるんです。自分の好きな角度で、切ることができます。まあ、こんな細いのはね、あんまり使わないですけども、まあ、2段階とかね、まあ、縛られることなく、自分の好きな角度で無段階調整ができます。はい。もう一回押します。はい。そうすると 40mm タイプですね。はい。じゃあ、試しにね、こんな感じでやります。はい。で、そうすると、ここから、切断が開始と。これすごいですよね。無段階調整というのは初めてですね。はい。まあ、こういった感じの機能もついております。で、もちろんですけども、こちらね、PRU シリーズ両方ともね、トリガー連動機能がついております。前回ご紹介しました8605 Pro とかのプロフェッショナルモデルもあるんですが、さらにね、きめ細かいトリガー連動機能がついております。指とね、連動しますので、ちょっと見ててください。はい、こんな感じです。はい、すごいですね。これは、まあ、怪我の防止にも役立ちますし、油いったらね、離しちゃえばね、それ以上いきませんので、まあ、このトリガーがね、指と連動できるというのはかなりすごい、機能ですね。で、まあ、こういうのはね、マキタとかでもね、電動剪定バサミ出してますけれども、まあ、マキタとかもこういった機能ありますけどもね、やっぱこういうスワンソフトとかは、電動工具メーカーじゃなくて、電動剪定バサミ専門メーカーですので、やっぱりこういった専門的な工具はね、こういった専門メーカーの方がいろんな機能がね、ついてて、まあ、精度もね、高いですんで、まあ、こういったね、専門の、ブランド、まあ、こういったものをね、選んだ方がいいかなと思います。はい。スワンソフトはね、まずね、期待を裏切ることはないです。で、その次にですね、怪我防止機能、こちらの方をご説明していきます。怪我防止機能は何かと言いますと、手指、まあ、手指ですね。これを切断しないようにするための機能になります。で、まあ、こういったものをね、基本的に子供とかの目の前では扱えないんですね。間違って手を入れちゃうと、普通に
バツンと切られますんで、まあこういったものはね、かなり危険な道具になるんですけれども、今回のは、これが例えば指とか触れた場合ですね。はい。わかりますか？指を触れたりすると、はい、感知して刃が動きません。これがね、今最新の安全機能になります。で、ここのトリガーが金属製なの分かりますでしょうかね。はい、金属製です。なんで金属かっていうと、おそらくですけども、こことここに電気が通じると、おそらく停止する機能になります。で、人間もこの体の中にね、抵抗値はありますけれども、人間の体って電気通しますんで、こことここをやると、もうこれで電気が伝わって、今指が触れてますよというふうに感知するんですね。で、それで、まあ、停止すると。はい。今ね、E の13というふうにね、エラーコード出てますが、E の13というのは、これね、怪我防止機能が働いてますというふうになります。めちゃくちゃ感度いいね。はい。で、ここで問題になってくるのが、実際に作業するときに、こういった手袋も何もつけないでやるかっていうと、大体の方が手袋をつけると思います。まあ、木の枝とかね、こう引っ張ったりして、こうバツンと切ったりしますんで、まあ、手もね、保護するために基本的にはね、手袋をすると思います。試しに手袋をしてみたいと思います。はい、じゃあ手袋をした状態で触れます。はい。何もなりません。もちろんですね、手袋は電気通しませんので、何も反応しないんですよ。これだとね、危ないじゃないか意味ないっていう風になるんですが、そこでね、とっておきのものがあります。今ね、ちょっとご紹介します。はい、じゃあそこで使うのはね、まあこちらになります。はい。これね、前回、まあ、スポンサーとしてご紹介しました、富士手袋工業のね、手袋になります。刃物から手を守るということで、対接相ワイヤー手袋という風になります。はい、見えますかね。対接相ワイヤー手袋。で、これ何かと言いますと、ナンバー4850手袋なんですが、ステンレスメッシュ、が入っております。ステンレスメッシュで、こちらでですね、対接相、まあ、切り傷とかね、まあそういった対接相に優れているものになります。まあちょっとね、中身の方を開けてみたいと思います。で、これがね、4850手袋になります。で、こちらですね、まずちょっとね、装着してみます。片方の手の分しか入ってないです。ただね、両方とも右と左手ね、兼用となっておりますので、両方使うことができます。はい。で、ここのね、ベルトでね、無段階で調整できます。手首のね、こう締め付け具合を無段階で調整できます。はい。で、まあ、これが何なのかと言いますと、これをね、ちょっと使ってみたいと思います。まあね、勘のいい方はわかると思うんですが、これでちょっと怪我防止機能が働くか。はい、働きます。はい、とてもね、感度よく働きます。はい。まあこれね、動かなくなります。まあどういうことかと言いますと、これ自体が電気を通すんですね。ステンレスのメッシュでできてますので、金属製の手袋です。まあかといってね、硬いわけじゃないですね。まあ相当しなやかに動きますんで、金属製のステンレスメッシュを使用した手袋になります。まあメーカーのね、開発の方は曰くですね、こちらはまあ基本的に電動剪定バサミ専用の手袋。まあこういったスワンソーストとかのね、安全機能。まあこれアンチシアー機能と呼んでるらしいんですが、今回動画ではね、怪我防止機能というふうに言います。で、この怪我防止機能にはね、電気を通す必要がありますので、まあこういった手袋、通常の手袋じゃなくて、金属製の手袋。はい。まあ、こういう風な感じで、電気を通しますので、対接相手袋プラス、まあ、この電動剪定バサミ専用のね、怪我防止機能が働くための手袋という風になります。で、こちらはですね、電気を通すということなので、まあ、どれぐらいの電気を通すかね、ちょっと測ってみたいと思います。はい、じゃあこちらテスターになりますので、ちょっとこちらでね、測ってみたいと思います。測定にはね、オームを使います。このオームね、はい。で、この手袋がね、どれぐらいの導通があるか調べてみたいと思います。はい、見えますかね。今だいたいまあ30オームぐらいですね。まあ28とか29とかね。それぐらいのオームになります。まあちょっとね、この手袋の距離を離しますと、
220とかね、まあそれぐらいいきます。で、まあこれがね、どれぐらいの抵抗値かと言いますと、まあこれは人間の体を通る、まあ微弱な電気をね、感知しますので、人間のね、抵抗値どれぐらいか見てみたいと思います。はい。指を今触ってます。だいたいね、7メガとかね、5メガオームと言ってます。メガオームですんでね。はい。まあこういった7とか8メガオーム以下であれば、まあアンチシア機能はね、働きますので、まあこれはね、余裕で働くというふうになります。まあこういったシステムでね、まあ怪我防止機能が働くようになっておりますので、まずね、電気を通すことが大事ですんでね。はい。ということで、これにね、一応付属で中の手袋ね、これついてきてます。ちょっと邪魔なんでね、腕時計外します。で、これね、これだと電気通じませんのでね、安全機能つかないんですが、まあもちろんね、この上に、二重に重ねます。まあちょっと不安な方はね、こう言って、二重に重ねてもらうと、まあ通常のね、作業用手袋と同じような感覚で使えます。で、この時注意しないといけないのが、人のね、肌に触れないといけませんので、まあこういった感じでね、ちょっと、下の部分とかは、素手のね、手首とかにね、ちゃんと触れるようにします。はい。手袋だけですとね、電気通しませんので、人間のね、こういった、肌に触れるようにします。じゃあこれでね、やってみます。はい。まあ、こんな感じでね、中にね、二重に手袋をしても、金属メッシュの方がちゃんと肌に触れていれば、電気を通しますので、まあ、これでね、安全機能ね、怪我防止機能が働くというふうになります。はい、いかがでしょうか。これがね、おそらく今、電動バサミのね、一番安全な装置だと思います。まあ基本的にはね、まあこの2種類ね、手袋とこの、アンチシア機能ね、怪我防止機能がついた電動剪定バサミしか使えませんので、今ね、一番安全な装置はこのセットになると思います。はい。じゃあ今何種類かね、ちょっとこちらの枝の方をね、持ってきました。またね、ちょっと巻きなんですけれども、まあおそらくスワンソフトはね、いけるでしょう、おそらく。はい。じゃあちょっとね、見てみます。はい。これ今36ですね。36ミリあります。はい。じゃあこのね、PRU36、これ36ミリまでいけますんで、ちょっといけるかやってみたいと思います。はい。こちらもちゃんとね、トリガー連動機能働きますんでね。あと、アンチシア機能もね、はい、ちゃんと働きます。PRU シリーズは全部なります。はい、じゃあ試しに切ってみます。ちょっとギリギリかな、入るの。でも切れるね。はい。ちょっと一発ではね、ちょっとこれ細長いので、長い方が36以上あるんでね、ちょっと難しいんですが、まあ、こんな感じで、入ります。はい。で、これ試しに切ってみます。はい。ちょっとね、剪定ミスでしたね。ちょっと太かった。けども、力はね、間違いなく強いです。36であれば、36以下であればね、多分間違いなく切れます。はい。ちょっと剪定ミスで36以上持ってきちゃいましたね。はい。まあ、それでもね、こんな感じで、バキバキ言いながらね、余裕で切れます。はい。はい。まあ、こういった時もね、手当たってしまっても大丈夫です。で、これ万が一ね、鳴ってる間に、触っても大丈夫です。なので、間違ってね、手が入っちゃったって言ってもね、当たれば、ほら、こんな感じで瞬時に戻りますんで、まあこれがね、あるのとないのでは相当ね、安全性能が違いますんでね。はい。じゃあ次はね、これ。これどれぐらいあるかな。40.9。これ40ミリ越してますね。いけるかな。ちょっとやってみます。はい。SW40 こちらの出番ですね。ちょっと入らないかな。ちょっと切ってみます。あれ電気通じたな、今。電気が通じた。もしかしてこれ、木材の中の水分通してる？あら。なんかね、ちょっとこれ感度良すぎじゃない？これ多分木の中の水分通していっちゃってるかな。
アンチシア機能ね、怪我防止機能が働いてます。E の13という風になってますんで、この E の13っていうのはね、この怪我防止機能なんですが、働いちゃってましたね、今ね。めちゃくちゃ感度いいんじゃない？あら、これ感度いいね。ちょっとね、一回ね、手袋変えます。これね、めちゃくちゃ感度いいかも。今素手で触っても、この木がね、水分入ってるので、働いちゃいます、怪我防止機能が。それぐらいめちゃくちゃすごいですね、これ。どうしよう。ちょっと手袋変えます。はい、じゃあね、こっちのね、手袋にしました。これなら大丈夫でしょう。はい。ちょっと今のね、大きかったので、ちょっとね、木を変えてみたいと思います。これもちょっと42ぐらいあるね。大きいね。ここら辺いいですね。だいたい38センチとかね。ここら辺のちょっと真ん中ら辺ね、切ってみます。いけるかな？はい、ここ切ります。うわー、ちょっとね、さすがに硬いか、薪は。でもいきます。音聞いてわかると思いますが、相当乾燥してる木ですので、硬いですんでね。はい、それでもいきます。はい、こんな感じです。来ました。はい。はい。スワンソフトはね、今まで使ってるんですが、パワー的にはね、性能的には間違いないです。はい。で、各メーカーね、40ミリとかっていう風にね、表記してますが、40ミリ切ろうとするとかなり限界ですんで、一発で切るのは結構難しいですので、ちょっと余裕持ってね、40切りたいならちょっと2回に分けるとかね。はい。そんな感じでやれば、十分切ることができます。はい。いかがだったでしょうか？めちゃくちゃね、パワーは強いし、トリガー連動機能ももちろん使いやすいですね。はい。このレスポンスよ。すごいね、これ。はい。じゃあね、大体こんな感じでね、切断の方は全てできますんでね。はい。いかがだったでしょうか？はい。それじゃあですね、今日はこの電動剪定バサミの一番安全な使い方ということでね、このスワンソフト PRU シリーズ、怪我防止機能がついた、この金属製のね、トリガーがついたもの、これですね、間違えないように、こちらはね、金属用のトリガーがついております。電気を通すための金属用トリガーです。こちらもね、ついてますんで、こちらの怪我防止機能と、それ専用のね、富士手袋工業の4850手袋ね。はい。このステンレスメッシュの、電気を通すっていうね、この手袋になります。もちろんステンレスメッシュですんで、簡単には切れないと思います。このハサミで切られたらちょっとわからないですけども、金属が入ってますんでね、そんな簡単には切れないと思います。で、カッターとか、そういったナイフとかにね、ノコギリとかね、そういったものにも強いと思いますんで、こちらね、一つあるとかなり使えると思います。一つ買うと左右セットじゃなくて一つしか入ってきませんので、もし両方使いたいね、こういった時はね、両方の手におそらくこちらのね4850手袋をつけると、作動するはずですんでね、そういったもので2つ使いたい方はね、2セット購入する必要がございますんでね、こちら電動剪定バサミ専用の手袋というふうにね、思っていただいていいと思います。はい。じゃあね、今回こちらのね、電動剪定バサミ市場のね、一番安全な、使い方ということで、こちらのね、セットをご紹介させていただきました。スワンソフト、あとこちら富士手袋工業のね、今回コラボ動画という風になりますけれども、両方ともね、Amazon とかで購入できますんで、商品リンクの方ね、概要欄の方に貼り付けしておきますのでね、よろしければご覧いただければと思います。これから電動剪定バサミをね、新しく買いたいという方とか、今まで使ってたやつよりね、もうちょっとハイグレードなものとかね、プロフェッショナルモデルが欲しいという方にこちらをね間違いなくお勧めできますので、よろしければねご検討いただければと思います。はい。じゃあ今日はねここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今ねレビューしてたな。はい、わかるかな。雪がねもさもさ降ってきました。いつまでね雪が降るのか。今はもう2月ね、中旬過ぎましたけれどもね、また3月までねずっと降りますんでね、
まあ次回はね、また画期的なものをご紹介していきますのでね。はい。よろしければね、チャンネルの方見ていただければと思います。ありがとうございました。